じゃあもう皆さん今年は脱ぎましょう。脱ぎましょう。借り物。ミラクル、ときめく、深まる。フォーチュンセラピスト、言霊ライティングコンサルタントのここみです。ミラクル見習い中のなぎさです。こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ今日は次の時代の流れそうですね。にどう皆さんが乗っていくかというか、どういうふうに生きていくかっていうヒントになるような話をしていきたいなと思ってます。はい、そうですね。はい。さあ、この今ね、私たちが生きている令和の時代、はい。もう一つ別の言い方をするならば、水亀座の時代。はい。水亀座の時代。そうなんです。水亀座といえば。はい。何か渚さん思い浮かぶことはありますか？水亀座といえば不思議不思議な人が多いイメージそうでですすね。けど。はい、確かに。つかみどころがない方が多いとも言われてますけれども、それはなぜかというと、はい自由人が多いから。なるほどね。はい。なんかこう外側から見ているとこの人変だなって思うけど、その人は自由に生きてるっていうそうです。ことですね。そうなんです。はい。なので、はい。ストレスがあまりなくて、おー、なるほど。なんかいい時代ですね。そうですね。アイデア満載、そして、自分のペースで生きていく。そういう人たちが主人公になる。そんな時代が始まろうとしています。で、なんか今年って確かヤギ座の時代そうですっていうふうにね。年末の動画でおっしゃってたと思うんですけど、はい、なんかヤギ座の時代と結構真反対。そうなんですよね。ある意味、ヤギ座はこれまでの時代の、象徴的な存在で、一つのこのヤギ座の終わり、終焉のタイミングを迎えているということがあるんですよ。はい。今年は一応ヤギ座さんにフォーカスしてるっていうのは木星の観点からそれはあるけれど、時代の流れとしては水亀座の時代に向かっている。そうなんです。大きな対極的な時代の流れを見たときに、星の恵みから言っても、ヤギ座がそろそろ終わって、次は水亀座の時代だよということが言えると。なるほど。じゃあ、その、水亀座の時代、自由な時代ですよね。どういうふうに生きていくのがいいのかっていう、そうですね。なんかヒントを、はい。今日はそういう話を。水亀座の方のその生き方に象徴される自由さであるとか、独自性、オリジナリティみたいなものが、これからどんどんその意識される時代になってくるんですね。そうすると、誰かの言うことを聞いていればよかったとか、偉い人の言うことだけ聞いて、素直に従っていれば、なんとかなってる時代というのは、もう終わりだよねっていうのはもう皆さん、ある程度社会を見てて感じてらっしゃることだと思うんですけれども、でも無意識にこれまでのヤギ座的な生き方が自分の中に染みついてしまっている方は、なかなかそう簡単に自由な発想でね、組織の中で生きてきたりとか、ちょっとその組織の中で頑張ってきた方たちっていう。そうですね。歯車の一つであろうとしたときに、優秀な歯車であればすごく評価されている時代。それはヤギ座の時代でもあると。そしてそこで頂点を目指していく。水亀座の時代はもうそこをフラットにしていきます。今までじゃあ登ってきた山をちょっと山を登るのをやめるような感じですね。あと高さ、登る山も自分で決めていいし、なんなら登らなくてもどの山登るかなっていうのも自分で決めていくっていうことで。でもそれって結構難しいと思う方も多いじゃないですか。だって今までこれがいいと思って決められたことをやってきた人にとってはちょっとね、どうしたらいいかわからないっていうことも多いので。そうなんですよね。確かに。どの山を登るのが正解かというふうに考えた場合に、誰かからこれが正解の山ですよと言われて初めて安心して登れます、というような発想だと、水亀座の時代にはそぐわないということになって生きづらさを抱えやすくなるんですね。ちょっとどうしたらいいかわからない感じになりやすいですね。なので自分に正直になって、自分が登りたい山はどんなものなの
か、あるいは海の方がいいんだとか、泳いで行った方が。湖がいいとかね、都会がいいとか、田舎がいいとか、いろいろあると思います。そういうのって本当に自分の感覚で選んでいいっていうことですか？そうです。もちろん、そうですね。なので自分の感覚に素直になるということが非常に重要なんですけれども、自分の感覚がね、本当にそれが本物かどうか見極めるのが難しいですね。特に頭がパンパンになってる時は、そうです難しくて、で私も自分の経験であるんですけど、忙しい時で、なんか今自分は頑張ってるんだっていう気持ちが強い時って、なんかやっぱりちょっと空白がなくて、冷静に、じゃあ自分がこれがいいんだっていう選ぶことも難しいっていうことが多いような気がするんですね。そうですね。確かに。なので、スケジュールにも、脳にも余白が大事。そうですね。私リラクゼーションのセラピストを長く、20年ぐらいやってたんです。私は脳の疲労をケアするような施術もしてたりしたんですけど、リラックスしないと人間って、休息、あと、回復ができないんですよね。もう、そもそもそういう大前提があるんで、そういう空白の時間だったり、リラックスする時間って本当に大切で、もし自分がそれできてないなっていう方におすすめのやり方があります。ぜひ教えてください。そうなんですよ。じゃあ、水亀座の時代になる、風の時代になるってなると、より自分のセルフイメージをしっかり整えましょうっていうのが大事になるっていうことですよね。そのセルフイメージがまさに主役になってくる時代なんですね。このセルフイメージが主役であるにもかかわらず本物でないと、やはりこれ運命に相当な影響があります。本物でないっていうことは、実はですね、これまでのヤギ座さん時代に私たちがさらされていた一つの仕組みというかシステムがあるんですけど、それがセルフイメージの借り物競争。借り物競争。運動会で借り物競争って、実は私ね、借り物競争したことないんですけど、そうなんですね。でも分かりますよ。なんか、借りてくるんですよね。見てる人からなんか、例えば帽子とか、メガネとか。で、それを持ってしかも一番にならなきゃいけない。そうか、競争ですからね。で、その運動会に来てらっしゃる方から借りれるものであればいいけれども、実際のそのセルフイメージの借り物というのは、私たちどこからオーダーが来てたかというと、それはやはり家庭環境とか、学校環境とか、社会環境、時代背景から、有言無言で、ずっとこうじゃなきゃダメだよ、こうだといい子だよ、こうだと素敵だよっていうふうに刷り込まれてきているイメージっていうのがあるんですね。なるほどね。借り物競争だと100メートルぐらいだけど、そうですね。めっちゃ長いみたいな。長いです。競争の期間めちゃくちゃ長いですよ。どこがゴールかもわからないし。それは大変だ。そう。で、しかも自分も無意識に、それが自分のセルフイメージだと思い込んでる場合があります。借り物だという認識すらない。それももう忘れちゃってるっていうかね、わからなくなってしまってるってことですね。なので他人からの期待とか評価とか、そういうものを基準に自分のセルフイメージを決めて、しかもそれが目標みたいなものになって、そしてそこで一番にならなきゃいけない。っていうことで、必死で走る。それを、じゃあ水亀座時代になったら、もう返すって。そうです。返却これは違うと。私は違う。私だっていう、そうなんです。持っていかないといけないですね。そもそももうこの借り物競争という概念自体が水亀座の時代にはなくなるはずなんですね。そっか。ちょっとね、そういう雰囲気はありますよね。そうですよね。肌で私たち感じている時代の空気というものも当然あって、でもそこに求められていることがまたさらに一つ出てきているわけですよね。それがまさに自分という人間をきちんと主人公にして、そして、独創性を持って自由に生きていきましょうということなんですね。ちなみに、水亀座時代なんですけど、どれぐらいの期間続くとかあるんですか？変わっていくわけですよね、時代で。そうですね。見立てにどの期間に区切るかにもよるんですけど、200年。
年。わあ、じゃあもうみんな、はい、ほぼ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 この中に生きていくっていうことですね。そうですね。そうか。そしたらもうすごく大事な大事です話ですよね。これ。だって1年か2年だったらね、まあいいかってなりますけど、200年。はい。そうか、じゃあやっぱりしっかりとセルフイメージを整えていかないといけないんですよね。そうですね。はい。なので、セルフイメージを整えるための、うんまあ一つのコツとして、はい。今自分が自分を愛せているかどうか、愛おしめているかどうか、はい。これを一つチェックしてみてほしいということがあります。はい。で、借り物だと、おそらく違和感があります。ああ、自分愛せてるかなはいっ。て思った時にもうその時点で疑問が湧くっていう。そうなんです。実はこのセルフイメージを抱えているのは、きつい、しんどい、あるいはなんかこう、サイズの合わない服や靴を履いてる、身につけてるような感じがする。となったら、はい、どうぞ、成田さん。私も実は結構ありました、それが。うんでもつい最近まで気がつかなかったんですよ。それで、この間セルフイメージの回を撮影して編集してる時に、はっって気がついたんですよ。どんなことあ、私も買い物だったかっていうことです。ほら、意識してますってあの回の時言ったくせに、まだ残ってたっていう、なるほど、なるほど。なんか、自分は、この今の自分のありのままでいいのかなっていうふうに考えた時に、はい、あれ、ちょっと待ってよっていう疑問が出てきて、ね、まあだから根強いかと思うけど、まあそう問い続けたらいいってことですね。そうですね。そうです、そうです。本当に本当に、まあ玉ねぎの皮を剥くように、これでもない、これでもないというふうに見ていって、最後何もなくなりましたと、なってもいいぐらいなんです。あ、なるほど。本当はなくならないので。本当の自分というものがその中にちゃんと残ってあるはずっていう。そうなんです、そうなんです。でそこをしっかり捕まえている方は、どんなに時代が変わっても、なんていうのかな、自分の人生に何かこうちょっと大変なことが起きたとしても、すぐに気持ちを真ん中に戻せると言いますか、センタリングできる。自分を主人公にスッと据えることがまたできるので、さあ、ここからどうしていけばまた新たにいい人生になるかというのを考えることができるんですよね。それができない方っていうのは、おそらく借り物のセルフイメージに翻弄されている状態なので、何かが違う気がするけど、どこから手をつけたらいいのかわからないみたいな。じゃあ今だ。もう皆さん、今年は脱ぎましょう。脱ぎましょう。借り物。脱いで、そう。本当の自分を探す旅っていうかね。そうですね。探しに行こう。そうですね。いるかも。そうそう、もうすでにいるんですよね。いるのに気づこう。そういうことですね。はい。はい。じゃあその、テクニックとかそういう話についてはね、また、そうですね、次回、話していきたいなと思います。さよなら。ありがとうございました。ペンタクルの4でした。ペンタクルの4は、あなたの持っている豊かさ、そしてスキル、財産、そういうものに非常にこだわりと、それから誇りがあるよということを教えてくれています。ただしそれは、あなたの中だけに留めておいてもいけなくて、周りにシェアする。周りと分かち合うことで初めてそのスキルや豊かさが生きてくるんだということを忘れないでください。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。